ね。酸素ワイパーの特殊なんですけどね。これが強い酸素ワイパーの特徴。こんな感じね。これだけ準備ね。あれあれああなあほらそういうこと聞くんですよ。最初はねその底のちっちゃい池あるやろ、そこだけやってそこでテストしたんやな。それで広げてこっちの池になった。でもこの池の一番広い時は、ね、3倍やった。1万平米。今ほから全部でトータルで4000平米やね。見えるようにね、この網に餌が乗ってるのを食べ抜くのを見れることができる。晩にね、夜中ね。これであるかないかで夜中にやるかやれんかを決める。OK です。これに入っとった餌が足らないの証拠や。まだ入ってないのが一匹も入ってない。ね、これが夜中になったら夜行性やから夜中しか入らない。昼間入ったら餌が全く足らないけど、でもエビが入ってないことは餌が立ってる。で水が汚いんじゃなくて、これはいいプランクトンのアクやから、ね、全然いけます。逆にこれがあるからこれもエビちゃんが細くしてる餌の一つだね。でもまあ普通見たら水が汚いみたいなもんやな、これ色からするとね。大丈夫ですよ。で網入れたら入ってない。イルカ泳いでなくて安全や、逆にな。安全。泳いどったら危ないね。夏はこっちに排水やからね。
酸素が多いから食べる気もなるし、人間って森林浴におるみたいで気持ちいいからバクバク食うでしょ。そういうことです。体には状況での酸素です。はい。難しいのはやっぱり環境ですわ。エビの環境づくりが決めて、そのプランクトンっていうのは天然の餌やから、やっぱり人工の餌と天然の餌を上手にミックスさせんといいもんができへん。科学的なものは一切使ってない、使えへんな。うちは使わないな。まあそう人工餌には使ってるかもしれんけどな、少しはな。けどもそういう薬入りの餌は一切今まで56年一回も使ってない。もうそんなん使うぐらいやったらもう作れへんし、俺もエビ食べないね。それ決めてるからね。ようけおるな。こんなやつな。筋肉がガーッなってんな。痙攣して。思った干し板。砂をな落としてる。よっしゃ、オッケー。こんな感じ。ね。なんか笑ってまいりますね。笑ってまいりますね。はい。うまいうまい。いい具合できたやな。いい具合。いい具合か？いいぐらい。じゃあこれあげる？そうそう。好きやで。でんな。これレシピどうやって考えたんですか？いや前からずっと。うちのおかんがね、大阪でね、亡くなってから分かったんだけど、辻調理言ってた。辻調理。だからその料理食べてるから味がもう分かるわな。いつもよりええんだけど。すごいや。
けおまけ。なんかローカルな祭りで面白いやろ。うん。だから何年も前から俺こうやって料理してんねん、ここでな。ですか、美味しいですか。これ目の前で食べてもらったら嬉しいですか。そうやな、嬉しい嬉しい。それでみんな喜んでくれてな。嬉しいよ。